こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら。はい、水色の箱に入っております。はい、剣のようなこちら、壺さんのですね、棒やすり、ナイフシャープナーと言います。今日はちょっと工具ではないんですけれども、皆さんカッターとかナイフとかね、お手持ちかと思います。その目立てをする工具なんですね。今日はこちら壺さんのナイフシャープナーをご紹介したいと思います。ポイントはただ一つ、手軽に目立てができるということです。こういうのね、ステーキ屋さんで見たことないですか？鉄板焼きのステーキ屋さんでね、ナイフを目立てしてるのを見たことがあると思いますけれども、それと同じね、そういうナイフシャープナーです。包丁とかね、そういうナイフを、目立てしてもいいんですけれども、今日はですね、皆さんお持ちのこのようなカッターナイフとか、ビクトリノックスとかレザーマンとか、こういうナイフありますよね。こういうナイフ類のですね、目立てを簡単にできるんじゃないかということでですね、ご紹介したいと思います。使い方はですね、簡単です。このようにシュッシュッと、20度から45度ね、角度をつけて両面目立てをするわけですけれども、ここにね、これあります。つばがありますね。この位置は気をつけてくださいね。これね、この向きでしたら万が一あっても手を守ってくれますけど、この向きだとズボッていってしまいますんでね、これは絶対に気をつけてください。で、慣れない方はですね、初めての方、僕も含めてですけども、反対向きですね。このようにしてこういうふうにね、やれば、刃は自分の方に向けてやることないのでね、この向きでやれば安心かと思います。早速ちょっとやってみましょうかね。はい、このようなね、紙カッターね、ありますよね。これで切れなくなるじゃないですか。これね、切れなくなります。それをこのナイフシャープナーで、こうやりますね。先ほど申し上げた20度から45度、なるべく同じ角度で刃全体がね、このように当たるように下向きに、やります。回数はですね、何回でもいいんですけれども、なんとなくいいかなと思ったら、試し切りしていただいて、でまだ目立てね、切れ味が悪かったらもう一度やってもいいと思います。ちょっとやってみますね。こちら、いきます。どうです？さっきよりいいけども、もうちょっとやった方がいいかなって感じですよね。で、刃はね、欠けてたりするとやっぱりどうしてもそこまでは目立てできないんで、欠けてる刃はちょっと厳しいかと思いますね。この刃もだいぶちょっとね、こんな感じでだいぶ使い込んでいる刃でございますが、いきます。だいぶ切れ味が良くなりました。斜め切りね、斜め切りね、こんな感じでね、切れ味が回復します。もう一つちょっとでもやりましょうか。レザーマンのナイフね、これもねちょっとね、あんまり切れ味良くないですね。切れ味良くない。いきます。これもなるべく同じ角度でね、
では、いきます。はい。はい。もうちょっとかな。回数は結構やった方がいいんですかね。はい。ちょっと僕の研ぎ方が下手くそなのかもしれませんが、よいしょ。はい。はい、行きましょう。いきますね。はい。はい、どうでしょう。ね、さっきよりだいぶこう切れるようになりましたよね。はい。まあ、紙ですからね。これくらい切れればいいんじゃないでしょうか。ね。まあこれもだいぶ使い込んでるんでちょっと刃が欠けてる部分もありますのでね、ちょっと切れ味は良くなかったかと思いますが、そんな感じでですね、簡単にね、簡単ってもだいぶこうやりましたけれども、ナイフカッターの刃がね目立てができますので、ちょっとねやってみたいなという方はちょっと買ってみてはいかがでしょうか。あとここ鉄粉がつきますんで、終わった後はね布でこうしっかり拭いていただいてね、鉄粉は取っていただいた方がいいかと思いますのでね、長く使うためには、お手入れもね、していただければなと思います。こちらの商品はですね、まだ店頭では在庫置いてないかと思いますので、興味のある方は店頭スタッフにお気軽に、ね、お申し付けください。通信販売でもお取り寄せでね、対応できますので、よかったら通信販売もご利用ください。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは、坪さんの棒やすりナイフシャープナーでした。